はい、ということで今週も始まりました人生一周目の寄り道ラジオ。どうもケイです。うわ、ちょっと待って。うわ。つかみ忘れてた。どうもヒロです。うわお前一番大事やねんからどうすんのお前これ。一番これ1周目っぽくないじゃん。ほんまに俺も今回が一番始まってもうたし急に始めるからお前がいや、お前が悪い、それは。いやちゃんと俺のボケを拾ってから BGM 流してくれやんと。俺ボケっぱなしのまま始まってもうたからだって拾ってもボケるやんお前。拾ってもボケるやん。こう見捨てられたなと思って今。そんな生放送でもないのにこんな食い気味で始める必要ないのにさ。いいえ、行きまーす。なんで置いていかれんねん収録で。お前もつかみ忘れるし。やばい、やってもうたな。ついにつかみをついに他のこと考えてつかみ忘れた。そんなことあるんうわや。楽しみにしててんけどな、夏のつかみ。うわ、ほんまやん。お前だって夏、ほんまやで。お前そろそろマジ夏本番やのに。いやそうよ、もうなん35度超えてきて。いや、そうやんな。なんかあんでのかなとも、思ったら。うん。夏本番ってさ、うん。まあ、今日収録日がだから19日、7月19日や。はい。夏本番ってここから3ヶ月ぐらいない？ 3ヶ月もあってたまらんねんけど、あるもんな。正直9月はまだ夏やもんな。そうやんな。うんもうだから、夏本番のつかみはこれから怒涛の8本とか出る可能性がある。今日温存は英断なのかもしれんな、じゃあな。そう。でかいもんな、この1個な。夏本番の1本、だいぶ限られてくるぞ、お前これ。これから大変やねんから。お前それだけでやっていかなあかんもんな。いや、そうよ。基本季節のね、ネタで言ってるからね。でもお前が喋ってくれへんと、この冒頭喋ることないねん。確かにな。うわ、ほんまや。うんつかみから派生してたのに、俺らもうつかみから喋ることなくなってる派生してたけど、このもう今日ムーからなんかあがいていかなあかんから。むずいな、確かに。じゃあ、そうよ夏のあるある言うか。お前出し尽くしてどうすんねん、お前ここで。来週からどうすんねん、お前。なあ、お前早まんなよ、あんまり。危ない。ここで出尽くしたら終わんど。いや、でもじゃあおマジ前からな最近暑くて、うん外に出る元気もないんやけどさ。いや、もともと活発やったみたいに。お前なんてことでね。活発やったやろ、どっちかというと。なまあ、俺よりはね。あ。お前下なんかよ。俺よりは活発や、お前は。昔から。なんか外に出ることは別にいとわんもんな、お前は。そう、全然呼ばれたら行く。呼ばれたら行くもんな。もう呼ばれたらっていう。そこがまあ、叶うかどうかっていうかね。結果出る機会はあんまないのかもしれんけど。お前、もう言いたい放題や。つかみ忘れたからこいつ。頑張ってその話続けようとして。夏のいいところを見せてくれ。俺ほんまに、多分お前よりも俺な、夏あかんのよ。ほんまに。暑くてしんどくてってこと？もうそう。もう全てにムカついてくる。外にいると。いやでもそれってさ、ムカついてくるのって汗じゃない？一番いや、そう、原因なのは。汗。一番汗。そうやんな。まあ汗と、その、単純に体の、なんか手バフもあるやんか。寝不足とかお腹減ってるとかでも不機嫌にはなるやん、ちょっと。そう出すか出さないか置いといてさ。まあ。まあ、それと同じ感じで、単純にしんどいっていうのもある。いや、やっぱそれを解決するにはさ、やっぱクーラーの効いた部屋で入って、汗出さんとか、まあなんか、暑いから来る疲れを取るみたいなさ、結局そうなってくるやん。いや、そまあでもそれってクーラー以外にも対処法あるやんか。う。冷たいもの食うとかさ、はい。水に触れたり、全然あるやん。うん。それで言うとさ、俺、まだ、1回しかしたことないんやけど、サーフィンしたいのよね。うわ、いいやん。俺もな、めっちゃくらい昔1回しかやったことないね。やったことあんのお前。そうなん？ 1回だけ、いや、昔って言ったらあれよ、小学校、小3とかぐらいの時に、友達のおとんがサーファーで、で、みんなで、友達何人かと海連れてってもらった時に、
確かね、サーフボード一瞬なんかやってみたいな感じで、なんか、やらしてもらったような気がする。めっちゃいいやん。何その記憶、俺マジ初めて聞いたかも。いや、そうかもね。もう別にそんな話しておもろいようなことはないねんけど。あ、でも、まあちょっと、全然話変わるねんけど、小3ぐらいの時に、俺は行ったんよ。で、別に俺、海も嫌いじゃなかったし、その時はね。まあ今は別に嫌いではないけどさ、子供なんて特にさ、好きやんか。楽しいな思って。で、俺、スイミングも習ってたから、なんかいっぱい泳げるぜみたいな感じでやってて、で、サーフィンもやらせてもらったりしてさ、なんか楽しいなと思ってやっててんけど、普通に海ぐわー泳いでたのよ。足つくところだけやったら泳ぎにくいし、バタ足しても刺さるやんか。みんな人がおる範囲で奥に行ってたのね、ちょっと。怖い。なんかよく喋ってた男一人となんか二人でなんかあっちまで行ってみようぜみたいなので行ってさ。で全然多分連れて行ってくれたお父さんとかももうみんなあかんからみたいな。まあみんなで4人で行ってんけどさ。多分4人見てて、多分俺らのことも見てくれててんちゃんと。そろそろじゃあちょっと一回戻るかみたいになってさ。戻ろうとしたら、その一緒にいたやつはまあなんか戻っていくねんけど、俺どんだけ泳いでも進まんくて。怖い。で俺別に泳ぐのほんま苦手じゃないのよ。普通にクロールしてもなんか進まんねん。で、あ、これあれかいなと思って、これ海やから俺のこの手のかいてるのんともうなんか同じ感じでもう水が逃げていっててつかめてないんかと思って、これ分かったでと思って平泳ぎでんがなと思ってさ、平泳ぎしても全然進まんのよ。俺の天下の平泳ぎでも進まんのよ。でまだ小3やが、まだ俺習ってないバタフライもやってみたら一回。まあ海といえばこうバタフライは一等やとやってみようと思ってやっても、そうなんかちょっと進むねんけどちょっとしか進まんの。でも目の前の男はね普通にスイスイ泳いでいって、これなんかあがやないかいと思ってさ、今思えばなんか離岸流的なのがあったんやと思うね。多分正解は横に一回泳いでとか。まあでもなんかそれでも範囲広いとか言うかちょっと分からんけどさ。まあそうやな、ちょっと大変かも。その俺まあ自信満々にまあ僕なんか泳ぎ習ってるんでみたいな感じでやってたから多分そのなんか向こうの方でその連れて行ってくれてるお父さんと目が合ってんねん俺。で俺泳いでんのよ、なんかうわーっつって。でも全然多分帰ってこへんなと思ったやな、お父さんが。あいつだけずっと目が合って、あいつずっとクロールしてるけどあいつだけずっと近づいてこへんなと思ったんやろうな。なんかやばいってなったんかさ、すごい速度でさ助けに来てくれてさ。やっぱお父さんの脚力になるとね、もう離岸流をものともしないというか全然進むのよ、うわーって。もうなんならお父さん足ついてたんかもしらんけどそら小3と比べたらな。俺を脇に抱えてうわーって帰って行ってくれてんけどさ。お前マジで感謝しなあかんぞそれ。そっから俺なんか自信なくしてスイミング2週間休んだね。なんかちゃんとやられてる。小学生らしく。その時はなんかありがとうございますとか言って、いやーなんか無理でしたとか言うてやってたよ。お前小学生かそれ。待ってこの運はいつか必ずとか言いながらなんかやってる。いやちょっと海の家でも行ってみますかとか言いながら出しますよとか言いながらやってたんやけど、明るくやってたんやけど、なんか俺プールこう習ってんのにあんなでその大自然に負けたっていうほどでもない、そのお父さんは帰っていけてるわけやから。そうやな。なんやこれはと思って2週間休みました。そこ可愛いんやけどな。うん。後から反省して2週間休んだのは可愛いんやけど、その当時のその対応がいいや。ちょっと僕の方行きますか。これ代理を呼ぶな、お前誰か。ショックやからって代理を呼ぶな。別の人格が出てくるくらい俺ショックやったんや多分な。めっちゃ怖いな。ほんまにそんな思いしたんや。いやそうなのよ。初めて聞いた。ほんまに進まんぞと思って。まあ確かに大人もな、それやられたら進まれへんって言うもんな。いやほんまにでも進まんかったよなあれな。怖なんならちょっと下がっていってないみたいな感覚すらあんのよ。まあだってそんな泳いでて前進まんかったらそう感じるよな。そう。
でもあの時なんか恥ずかしいけどありがたかったね。その近づいてもうぐわー駆け寄ってくるお父さんは。いや、マジで俺そんななんか海に対しての恐怖がさ、経験してないから、なんか新鮮やな、その話。ほんまにそんなことあるんや。あの年で経験しといてよかったね。今だってさ、ってなったらなんかちょっと恥ずいぞ、多分。確かに。なんか自分としては。その周りからしたらそんなもう恥ずいとかじゃないけどさ。なんかね、それこそ男女で行ってとかなったらなんか恥ずい。もうかっこつかん、その日一日は。もう離岸流でその相手の心も離れていくもんな。この話の後にサーフィンできひんやろ、お前。誰ができひんねん。確かにサーフボード持って戦うの大変やもんな。戦うのその離岸流と戦うのよ。サーフボード持ってさ。サーフモードまで助けようとしてる。サーフボード見捨てんの、離岸流に置いてけよ、離岸流やねんから。サーフボードはもう無理な。なかなか高いんだよ、あれ知らんけど。それもうだからもう勝手にサーフボードは戻ってくるんじゃん、その波で。すごいな。じゃあ俺も戻ってくるよ。サーフボード戻ってこれんねサーフボードに捕まってたら戻れるわ。いや、ちゃうのよ。夏は、まあちょっと今のはね、夏の、まあいい思い出やねんけど、俺からしたらもはや。いい思い出ない。まあ当時も別に怖い思い出としてはあんま残ってない。なんかその自信をなくした一日ではあったけど。すぐ来てくれたっていうのはあると思うけど。お前からそんな話聞くと思ったな。夏って、それこそさっき言ってたけど、エアコンのとこ行くとか冷たいもん食うとかさ。そう、全部対症療法やん。そやな。つまり、夏ってもう風邪なのよ。何風邪その対症療法しかできてない。もう咳が出るから咳止めで、根本のウイルスをどうにかする薬とかはもうやってくれへんのよ。鼻水が出るから鼻水を止める薬、熱が出るんやったら熱を下げるとかになるやん。そうよ、そんなものはないよ。だって夏ってだからもう風邪なの。いやマジでそうやと思うで。で俺はその風邪が嫌やって言ってそれだけなのよ。いやだから対処方法バラエティに飛んでるから、そのなんか一個ずつ試してったら楽しいんじゃないっていう話じゃん。いやいや、お前どの薬飲もうかなで楽しいかって聞いてんねん俺は。お前薬に例えるからあかんねやろ。絶対それが。いやいやいや、俺は春の心地いい気温でもアイス楽しいから。いや分かってないお前それは。冬が一番美味しいからアイス。お前どうすんねん夏をお前。どんどん離れていきやがって。いやかき氷は夏でしか楽しまれへんね。思想強いのなんなんやりにくいな。いやお前アイスさ、これ知ってるよ、これ有名やけどさ、スーパーカップとかクーリッシュとかさ、バニラの味が濃くなるとか言うやん、冬場は。言う。濃厚になるんですよ。濃厚になったアイスを風呂上がり、あったかい部屋ストーブの前とかでテレビ見ながら食うのがうまいんですよ、冬は。夏はやっぱさっぱりしたやっぱかき氷系とかさ、ガリガリ君とか。アイスボックスとかね。そう。まあ、どっちかっていうと、だからスーパーカップよりクーリッシュとか、あとソーとか。なんかまあさっぱり系やわ。そう。やっぱ楽しみ方が違う。ただやっぱ濃厚で美味しいのは冬場の方がいいよねっていう。何の話これ？いや、それ何の話なんお前よ。何の話これ？別になんか反論も別にする気にもならん。まあそうやわ。ふざけんなよ。それ。何を今ゆっくりご丁寧に共有してもらった俺は。お前、サーフィンからアイス熱弁すんな。だから夏のいいとこを教えてって言ってんのよ。俺は認めたくないの。その風やということを。ちょっと待ってお前、ちょっと待って。何そのさ、まあだから、先週もあれやったけど、まあちょっとコーナーを始めようって言って、先週はさ、検索履歴大っぴらにしたやんか。大っぴらにした。
大っぴらにした割には、まあ、エロとかなかったから思んなかったけど。思んなかった。全然思んなかった。だから今週は別のコーナーを用意してるわけじゃないですか。はい。それで、懐に入れてる。いや、だからコーナーがあるって言ってんのに、あるあるある。これから始めるコーナーと被ったような話をすんなっつってんの。いや。話って全部そうやから。そうやけど、にしても熱量がコーナーより熱くなりそうで嫌。お夏だけにな。やかましい。やかましいわ。これかいいところは夏の。今のは冬じゃできまへんからね。ボケ関西人すぎる。そういうことが。夏やるやんけ。他に利点がないって。ということで、じゃあ、まあ次行きましょうか、じゃあね。次行くんや。次って何？もう今言ってたコーナーのこと？次。もうだからもうそれしかないやろ、お前次行こうって言ったら、お前もう、あと何もないんやから俺は。俺らさ、コーナー1個しか持ってへんのに、もう行って大丈夫なんこれ。いける？いや、お前覚えてないかもしらんけどさ、うん。このラジオマジで収録時間まちまちすぎて、1回40分とかで終わってる、30分とかでも終わってるから。全然いいよ、言っても。好きな時間に終わろう。全然いいか。全然いい。はい。俺がこれ BGM 流さこれ俺が BGM 流さない。BGM 担当のお前が忘れてました。では、行きます。前行くかどうかはお前次第なんで、ちょっと。こんな収録あるか。お願いしますね。しゃあないや。手作業でやってんの。プレゼンコーナー。イエーイ。このコーナーは2人のうちのどちらかがプレゼンターとして自分の今ハマっている物事や趣味、独自のルーティンなどをプレゼンします。で、それを聞いたもう一人の聞き手側がそれを自分もやってみるかどうか、取り入れてみるかどうかを判定して採用不採用を決定するというコーナーです。ということで今回のプレゼンターはヒロさんです。お願いします。はい、お願いします。何お前ヘラヘラしとんねん。いや、曲流してヘラヘラしてお前。陽気な DJ やってんちゃうさ、お前。いや、そう思ったよりあなたがね、台本、ちゃんとね、詳細に書いてくれてて、俺このジングル選んだ時にさ、うわ、この秒数あったら、ちょっと後半余るんじゃないかなと思って。で、二人とも黙る時間ができそうやなと思って。うわ、ミスった。それめっちゃおもろいやん。やっとけよ、だって。前もって。いや、そうしたらさ、そしたらこいつめっちゃ喋ってさ、でってってでててーんからまだめっちゃ喋んねん、こいつ。終わってない。しゃあない。今、ギュッてしたらそれやもん。いや、それはそれでおもろかった。なんて何このコーナーなんてこのコーナーは2人のうちのどちらかがプレゼンターとして自分の今ハマってることとか趣味とか、あとは今まで言ってなかった独自のルーティーンとかを、プレゼンして、それを聞いたもう一人の方が自分も取り入れてみるかどうかっていうのを決めて、採用不採用を最後発表するっていうコーナーです。ありがとうございます。その2回も言ってもらって。はい、もう1回。言うてない。言うてない。走り出す勝手に。ごめん、もう1個言わせた。今回のプレゼンターはヒロさんです。お願いします。はい、お願いします。大丈夫？今、ルール把握したやつ、今からやらされるの大丈夫？ちょっと危ないかも。そうは、だって今回はじゃあ僕がやりますねやもんな。そう最後急にお前に全投げて。じゃどうぞみたいな。あんまないよ。大丈夫。いや、まあでもこれ言い出したの俺やからな。そう、言い出したの用意してますがな。お願いします。これ宣伝も兼ねて言うんやけど、ちょっと X の方でね、もう何話すかは先につぶやいてたんで。そんなことある？俺見てもうてん、それ。勝手になんか言ってたわ。いや、やっぱなんか話のネタあった方がいいかなと思って。確かに。ちょっと今回はね、仮面ライダー、俺めっちゃ好きなんやけど、はい。ちょっと仮面ライダーを君にちゃんとおすすめして、ちょっと見てもらいたいなっていうことで。ちょっとこれはなかなかの難問よ。
いけるいや、か、おマジ前。俺ずっと言ってるもんだって、俺お前に見てほしいって。ちょいちょいね、入れてきてるから。だからその体勢もあるからね、俺も。ちょっとやそっとのことではもう驚かんよ。そうやんな。うん。まあ、でも、いつも、僕が一番好きな仮面ライダーで、その仮面ライダーはいはいオーズっていう作品があるんですけど、まあ、いつも言ってますよね、君にもオーズが一番いいって。でオーズは、主人公が自分の欲望を探す旅をするような作品で、人間の欲望とか欲求とかについて、すごい深掘られてる作まあ品なんんだけど。なか普通におもろそうなんやな、別にな。いや、そうやねん。なんか、俺でも俺ここでめげてはいけない。このプレゼンのやりがいがなくなるから。俺はここまだ辛口でいかんと。やばい。コーナーを成立させようとしてる、俺はこの圧迫面接官にならんとあかんが、どっちかというと。逆に優しい引き立てないといけないから。まあでも、オーズはね、僕も、最初、当初見てた頃は、マジ、ガキやったから、マジ何のこっちゃわからなかったんやけど、はいはいはい。そこからね、テレビで再放送とかがあって、多分、7週ぐらいしたんよ、オーズを。めっちゃしてるやん、こいつ。もう欲の塊やん、もう。いや、自分から見に行ったとかじゃなくて、やっぱ、仮面ライダーで再放送って言ったら見たなるやん、そのガキからしたら。いや、だからまあ見たなるかもしらん。そうやろ？好きな人やったらね。で、ちょっと見てたら、なんかだんだん俺も年齢重ねるからさ、はいはいはい。あ、ここのセリフはこういうことやったんやっていうのがだんだん分かってきて、何回も重ねて味が出てきた作品やねんけど、オーズは。はい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 。まあ、それを人におすすめするのはちょっと大変なんで、今回は、仮面ライダーエグゼイドっていう作品をね、はいはいはい、名前は知ってますよ。おすすめしたい。見た目的にはね、もう、これ仮面ライダーかみたいな見た目をしてるんですよ、ね。見た目調べていいのそれ。あ、どうぞどうぞ調べてください。多分ね、見たらわかんないよ。いや、多分見たらはい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 、強いからね。ピンクの。知ってるよね。そう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 。ご陽気な人や。陽気な人かどうかは知らんやろ。サーファーみたいな感じの。ここ繋がってんのこれ。お前うまいやんけ。いや、どこがやねん。お前すごいな。無理やろ。そういうことか。なんか、手のひらの上で転がされてる感あっていいやん。楽しむな。お前、それ見越してサーフィンの話して、俺が離岸流でやられてる時どんな気持ちやってん、お前。俺怖っ。俺めっちゃ怖いやんけ。お前ほんまに。いや、じゃマジ全然サーフ関係なくて。サーフ、コンセプトとしては、ゲームと、あと医者をコンセプトにしてて。ゲームと、医者ドクター？そう、ドクター。ゲームウイルスみたいなのがあって。はいはい。ゲームはもうテレビゲームとかのゲームやんね。そう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 。それに感染した人が、まあだから怪人みたいになっちゃうっていう。はい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 。で、それをやっつけていく。でやっつけたら、その人は健康体に戻りますよみたいな。はいはいはい。作品なんやけど、これがちゃんとゲームの要素もちゃんともっとしてて、なんか、例えば残機があったりとか、はいはいはい。ゲームオーバーになったら、ほんまに自分も死んじゃうとか。ちょっと待って、ゲームの中で戦うの？ゲームのフィールドを展開して、生身で戦う。はい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 。なんかだからあれ、なんか AR みたいなこと。そう、そんな感じ。はい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 。で、まあ、ちゃんと攻撃もなんかエフェクトみたいなのがあって、結構視覚情報的にはバチバチしてる感じなんやけど、結構内容がシリアスで。仮面ライダーって意外とシリアスなイメージあるもんな。いや、そうなんよな。そもそもが。やっぱ大人の視点で見るとな、なんかこれキッズみたいなのが結構あって。それで言うと、子供から見たら分からんような伏線とかが、はいはいはい。すごい緻密にこう、組み込まれて、ちゃんと回収されていく作品なのよ、エグゼイドは。もう仮面ライダーっていうその子供向けみたいな面はしてるけど、もう作りはゴリゴリ大人向けなんやろ。そう。いや、マジでね、その伏線回収と伏線張るその丁寧さが仮面ライダー史上では割と上位に食い込む作品かなって俺は思ってて。そうなんや。おもろそう。回収された時の興奮と、なんかその
子供作品やのにここまで思わせるやばさっていうのが、やっぱどうしてもギャップがあって、見ててめっちゃおもろいんですよね、これ。へえ、じゃあお前の中でオーズがでも上なわけやんな。そうね、オーズは上よ。そこは何が足りてないの？今聞いた感じめっちゃおもろそうやん。エグゼイドとオーズは8年ぐらいの差があるんかな。あ、はいはい。作品に。8年の間が空いたらさ、やっぱちょっと、その届ける側のコンセプトの組み立て方とかも変わってくるやん。うん。まあそうするとさ、やっぱその見た目が派手になったりとかもあるし、うん。なんていうの、その、大元の部分は変わらんねやろうけど、ちょっと、どうしてもやっぱ子供っぽくなってるなっていう印象はあるのね。うん、はいはいはい。オーズは、まあ、やっぱその仮面ライダー子供向け作品やからギャグとかコメディとかも全然あるんやけど、なんかもうちょっと全体トーンが低くて、はい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 。うっすらと暗いのがずっと張ってる印象。これはもうちょっとそのコメディ要素が強くなってるかなっていう感じ。だからまあそこのなんか、なんていうんやろ、落ち着き具合が、やっぱり最近の仮面ライダーは薄なってるかなっていうのは、ちょっと満足度が低くなってるね、俺の中では。じゃあ、トーンだけで言うと、仮面ライダーブレイドとオーズはどっちの方が暗い？俺なんかブレイドも割と暗めなイメージがある。子供の時見てただけやけど。まあ平成、昭和ぐらいの差はあるな。あ、そんな違うもんなんや。結構違うな。で、まあちょっと落ち着いてるオーズの方が好みなんや。そうね、やっぱそのなんか子供向けっていう体の上にその大人にも響くように作られてるのが、なんか俺的にはギャップがあってとてもいいなと。うん、確かに確かに。まあかっこよく見えるしな。そう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 。で、じゃあ俺が見るならどっち？エグゼイドかオーズ？うん。いや、オーズは見てほしいんやけど、一個の作品として終わらない方がいいかなって思うね、俺は。はいはい。それで言うとエグゼイドかな、見てほしいのは。ああ、そうなんや。ここに来てエグゼイド食い込んできたんや。そう。エグゼイド初めてじゃん、なんかそこまで言われんの。いや、でも俺の中にはずっとあったの。ベルト当時ベルト欲しいなって、久しぶりに思ったのがこの作品やからさ。へえ。まあなんか名前は出てたんやろうけどね、お前の話聞いてる中でも。まあ出てたかもな。いや、めっちゃいいのよ。この次、エグゼイドの次の仮面ライダーとも絡みがあって、で、しかもびっくりしたのが、映画で共闘したりとか、まあよくあるやん、そのなんかハイタッチしたり一緒にキックして終わるみたいな。ある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 。なんかそれだけじゃなくて、な。そう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 。なんかそんな印象かなと思ったら、めちゃめちゃストーリーに絡んでくるの。本編にしかも。へえ。映画とかじゃなくて、もう次の仮面ライダーとかの本編に出てくるの？映画で絡みがあって、本編に伏線があって、また次の映画でも絡みがあんねん。へえ。そう、めっちゃね、こうなんかそこもね、もう次の仮面ライダーにすら伏線を張るんやっていう。確かに確かに確かに。そこが衝撃すぎて俺、ちょっとマジで焦った。次は何？次はビルドですね。俺ビルドなんか知ってるぞ、それも。ビルドも、マジ上位に食い込んでくる面白さ。こいつね、こいつね。なんか俺、いとこがおるからさ。見てたかもな。いや、そうなのよ。10個差ぐらいなのよ、多分。なんか、何だっけ、ガイムと、その前のなんか白いやつ、オーゼ。フォーゼ、それ。福士蒼汰のね。そう、とか、なんか見てたイメージある、いとこが。そこら辺が、どちらかというと、俺的には世代かなって思ってるんやけど、それをまさか、高校生ぐらいの年齢で、面白さを超えてくる作品がまだあるんやと思って、エグゼイドとビルドはめっちゃ好き。エグゼイドは、フォーゼとかより後ってこと？全然後。そうなん。オーズ、フォーゼ、で、1個飛んでガイムやから、それよりまだ後。
で、なんかまあ、最近の感じやろうなで見てたら衝撃的な一作が食い込んできたんや、そこに。サーそう。フィンしながら、サーフィンしながら見てた俺。仮面ライダーがサーフィンしながらよ。お前は俺その家でサーフィン、しながら。お前家でメガネかけてんだけやねんから。お前誰かけてるわ、別に余計やろ、お前。それは別にずっとかけとるわ。どういうことや。何でいじられたん俺今。待って待って待って。お前はお家前でメガネ全かけてんだけど国民に謝れ、メガネの。家でメガネかけてるやついっぱいおるやろ。ブルーライトカットのね。お前ずっとパソコン見てるな。おいずっとパソコン、目に気使ってんねん、ちょっと。手遅れやろ。そこまで言ってない俺別に。あ、ごめんごめん。これは俺が言うた。とか言って。これは俺が言っちゃった。うん、そんな自己紹介知らんねんけど。自己紹介言うたやん。もう無理やんじゃん。採用。いや、採用。こんな感じ。採用します。ありがとうございます。採用します。エグゼイド見てくれる？エグゼイド見ましょう。まあでもやっぱ仮面ライダーってさ、一作品の話数多いからな。そこはね、ほんまに腰重いよ。そうやんな。俺一旦1話だけ見るっていう気持ちで俺。はい。いいね。1話と最終話見たらいいんじゃない？何がおもろいねん、お前。何が起こったんっていう。何っていうところ。いや、何が起こったんが当たり前すぎて、何の引っかかりにもならんのじゃん。全部そうやもん、多分。だって1話と最終回だけ見たら、全部そうやもん。でもエグゼイドはな、12話ぐらいまで見たらもう、はまるよ。いや、12話はもう普通のその全部なのよ。ワンクールやろ？だからワンクール分見たら、だから続き見たなるかどうかの判断は、もうそこでいいんじゃない？いや、12話までの腰は軽いんじゃない？3話ぐらいとかなのよ、せめて。で、12話まで見るやから。そっか、むずいな。3話やったら仮面ライダーなんか何も進まんもんな。嘘やろ。何も進まんのじゃいらんやん。3話なんか何も進めへん、こんなん。それがね、ほんと腰重いね。まあそうやな。俺も新しいの見たいけど、ちょっと腰重いもんな。いや、そう。まあでも仮面ライダーって30分。30分。そうやんな。まあそれはまあ、しゃあないよね。ドラマに比べて話数が多いのは。そうね。だから、エグゼイドで言うと45話あるっぽいけど。はい。まあ普通のだから、ドラマで言うたら2クール分の1時間ドラマみたいな。そう、そんな感じかな。もんやもんな。まあ確かに、そう考えたら5話ぐらいまでは頑張ってやってもええんか。マジで。なんやろな、やっぱ子供向けっていう印象があるんやろな、世間的に。まあ、あえて仮面ライダー見んでもええかってなるな。あえて、そんな印象他なんや。に見たいのがさ、いろいろあるやん。まあ、確かにな。そう。その時間で言うとライバルは別に日本のドラマもそうやけど、映画も海外の映画もとかなってくるから。その中であえて、じゃあ今日仮面ライダー見るかにはなりにくいよな、やっぱり。確かにな。だから、ルートがワンチャンあるとしたら、なんかぼーっとアマプラとかさーって流してる時に自分が見てた仮面ライダーが出てきて、なんか懐かしいなで見たら、おもろいやんってなって、なんかじゃあこれを見てみるかみたいなんで、なんやかんやはまだあるかもしれないけど。めっちゃ暇な日とかな。そう。急に。ね、だってウォッチリストそれやったらなんか見たいの見るかの方になるもん。確かにな。お前みたいなのがおらんかったら。でも、やっぱ仮面ライダーを知ってるから、その特撮の良さとかさ、あと、子供にどういうのが刺さるんやろとか、なんかこんなことを子供ながらに思ってたな、みたいなのを定期的に思い出せるのはすごいなんか、俺が涙もろい原因の一つにあると思うねんな。じゃあお前仮面ライダー見てないのにすぐ泣く俺なんな。
いや、だからお前は別の原因があるんじゃない？原因って言うな、お前。そう、俺は原因が仮面ライダーだっただ確かに俺、け。離岸流に流されたあの日から涙もろいのかもしらん。お前、いや、お前、上がった瞬間、いやいや、あっちの方ちょっと行ってみますかね。いやいや、でもそれは繊細やからこそのや。繊細の方向キモ。すいませんね、お手数おかけしました。言いながら。お父さんびっくり。この人助けへんかったらよかったなってあるんちゃうお前。違うやつ助けたんかなって思ったもんな、多分。お前ワンチャンハゲてるぞ、そいつ。ハゲてへんわ、お前。そん時はまだ。そん時はまだな。ごめんごめん。もう最近見てないもん。いや、もう、目に入ってくるんじゃないのお前、そんだけ進行してたら。そんなハゲてないのよ。あと、ずっと。気持ちいい。あれ M 字ってこんなんやったっけって思っただけやから。そんなハゲ切ってないよ、今もまだ。これ、音声でしかさ、届けてないからさ、マジで、これ聞いた人は、うわ、じゃあこいつはめっちゃハゲてるんやって。めっちゃハゲ散らかってるみたいになってるかもしれんけど。まだね、まだそんなハゲてない。まだを強調すなよ。可能性は別にお前も一緒やから。いや、せん、これから怖いのよな、マジだから。いや、そう、ありえるからね。いや、そうよ。まだ20代のくせに何気にしてんねんってことはあるけど。30代までは乗り切りたくない。いや、乗り切りたい。30代、また40代に差し掛かるぐらい。乗り切りたいけどさ。いや、そらそうよ。そらそうやけど。やっぱなんか、年相応で、その、薄なってきたって、やっぱ50、60ぐらいからじゃないと、その言い訳として使われへんもんな。いやいや、薄なってきたわ。40も全然若いもん。いや、40に差し掛かる。38、39で、うわ、なんか最近ちょっと薄いかもな、ぐらいやったら全然飲み込める。そう、全然いい。全然いける。うん。まあでも昔に比べて毛量少ななったなとかもまあまあ納得できる。そんなん全然いいよ。だって40代のやつが髪ふっさふさやってもちょっと怖いもんな。そう今が一番ありますわとか言われてもな。そんなわけないやろってなるもん。どういう原理ってなるもん。あんま聞いたことない。まだまだ現役ですよ。伸びしろの嫌やもんな。毛量伸びしろのやつ。まだまだ現役です。怖いもんな。なんかしてるやろ、そいつ。お前、ハゲの話ええねん、お前。いや、お前なのよ。俺、不本意やから。あ、ごめん。ちょっとあんま知らんようにするわ。うん。いや、気使うなよ。ハゲてないねんから、まだ。ハゲてからよ、気使うのは。全部返してくれるやん。ハゲてないのに。ハゲてないからな。怒ってんのよ。今しか怒られへんかもしらんねんから。そのうち飲み込むしかなくなる。いや、そう、そのうちも泣きわめくことしかできんような。それはお前も一緒やから、でも。いや、まあ、それ可能性はあるからね。プレゼンなんやったっけ？アデランスかなんかやったっけ？違うねん、お前。違う。リアップとかじゃないねん、お前。違う。どこがええんやろね、あれね、アートネイチャーとかあるけど。マジで。いや、お前だから気にしてるやん。一応、まあ、情報として知っとく分に損はないから。それいざというあんなんだって、広告に誰使ってるかが、お前。そこやんだって。前まで宮迫とか使ってたとかあったやろ。ああ、確かにあったかも。宮迫だからもう使われへんから。もうあいつはだからハゲていくしかないってことやな、あの人は。そう。もう提供でもらわれへんから。まあでも逆に言うと今宮迫がハゲ切ってたら、その広告してたその企業は信頼できるってことや。確かに。お前それツイッターでさ、拡散したらめっちゃ広がるんちゃう？最近宮迫がハゲ始めたの原因はこれ。確かに。だからハゲ始めてもらわんと、宮迫さんには。ちょっとじゃあ買ってきてお前。ちょっとずっと何かが分かってないのよ俺ら今。宮迫が出てたやつが何なのかが。ちょっとあんまり分かれへん。宮迫ほんまに出てた？確かにな。ちゃうかもな。ひげ剃りとかの可能性もあんで。だって一番さ、やっぱ髪の CM で
イメージあるのって右京さんやもんな。確かに右京さんやね。確かにそうやわ。でもあれ何あれアデランス、アートネイチャー。違う、あれはリアップ X チャージあれ5プラスや。リアップうるさいな。俺の方が気にしてる。お前あげてないもしかして。俺の方が詳しいのやめて。お前やばいんちゃう。ハゲキャラじゃないから別に。おい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 。お前弱いな。恥ずかしいことちゃうから。弱いお前。あんだけいじられた後のいじり弱い。じゃあね。何二人でハゲてんねん。めっちゃいいやんそれ。めっちゃおもろい。ラジオがもったいなさすぎる。やとしたら。今これ最悪の時間やで。ほんまに。ただリアップの宣伝した人たち。して終わりました。まあ、次回まではなんとか耐えようと思います。1週間でだいぶ抜けるよ。1週間、とりあえず毎週ね。そう、次も耐えるぞっていう。身近な目標が大事やから。お前これさ、結局お前これエグゼイドはどうなったんこれ？エグゼイドはもう覚えてないけど。覚えてないもんな。髪の方が長かったもん。まあ短いんやけど。採用しました。ありがとうございます。はい。採用で。とりあえずアデランス様にはお世話になろうと思います。よろしくお願いします。リアップ X5 チャージプラス。ずっとこいつ右京さんを信じてる。イージーでもリアップやこいつは。商品名最後まで覚えてる。お前、消臭力でも消臭力と間違えられるのに。まあ、カタカナやからね、でも。間違いようがないというか。X5 チャージプラスね。そうそうそう。合ってんのお前、思いにそれ。絶対に合ってる。調べる。調べる。毎日目に入ってるものやもんな、お前からしたら。多分もう使ってるやんじゃん。これからとかじゃなくて。説得力ないやん、お前。ハゲ切ってるやつがリアップをしてますね、言うても。効果あらへんやんけってなるから。だから、ハゲてない。ハゲてないの。ハゲキャラじゃないね。渋滞してる。お前、ハゲキャラ一人でええねん、お前。どっちがどっちかわからんやろ、お前。